本当にたった一つの根本的な因縁があって、仏様はこの世に出現するのだというわけです。それが開示五入です。でも仏様はまず最初に開かせるのが先なんですね。はい、皆様こんにちは。法華経の話第39回です。だんだんと暑い日も出てくるようになりました。こういう時期からしっかり水分補給をして汗を流すようにしておかなければいけないというふうに思っております。前回は信じるということについてお話をしました。法華経はまずは信じることを大事にします。仏になるというと何か技術的なものを手に入れるようなそういったもののように思われますが、まずは理解ということよりも信じることを大事にしなさいと教えるわけでございます。釈尊は舍利弗に信じなさいと告げた後、今一度法弁本の冒頭から伝えてきた大切なことを改めて仰せになられます。それが本日の内容です。どういうことを仰せになられるかというと、舍利弗よ、多くの仏様がそれぞれの状況に応じて説かれる教えの意図を理解することは非常に難しいと。なぜかといえば、仏は数えきれないほどの巧みな教化の手段や種々の由来、比喩、語源解釈を用いて多くの法を説いてきたんだと。ところがこの法は思慮分別の遠くを呼ぶところではない。ただ仏だけがよくこれを知っておられるんだと。こう仰せになられるわけですね。多くの仏様は衆生を導くために様々な教化の手段を用いられます。これがいわゆる方便ですね。そして仏様が一番伝えたかった教えに導いていく。この方便を使って仏様が一番伝えたかった教えに導いていくわけでございますが、方便を、教化の手段を受ける側の私たちのような衆生は、なぜ釈尊がこういった教化の手段を使うのか、その意図を分かる、理解するというのはとても難しいというわけです。これは確かにそうで、例えば人に何かを教える方は答えが分かっていますから、その答えに到達できるように教えていきます。でも教えられる方は答えが見えませんから、いろいろと教えてもらっている意図を汲み取ることはできません。教える側は答えが分かっていて、それをこの教えに到達できるように人々を導いていくわけですが、教えられる側はまだこの答えが分かっていませんから、その途中の教えられる過程を理解するというのはとても難しいんですね。ところが一旦答えが見えると、だからこんな風に教えてくれたんだと、その意図がわかるわけです。よくありますが、教えられている途中には、なんでこんなまどろっこしいこと言うんだろうかなとか、こんなめんどくさいことしなきゃいけないんだろうかなとか、そういったことを思うわけでございますが、一旦この答えにたどり着いてしまえば、そういったことは必要だったんだなということを思うこともできるわけです。しかし、何度も言いますけども、その答えに行くまでは、私たちはその過程、教え導く過程を理解するというのはとても難しいんですね。だからこそ最初に話しました真の話ではありませんが、導いてくれる人を信頼する、導いてくれる人を信頼する、信じることがなければ、なかなかその答えにたどり着くことはできないわけですね。疑っていては教える側が意図するところを汲み取る前に答えから離れていってしまうことになります。ということで、答えにたどり着くための過程において教える側が意図するところを汲み取るというのはとても難しいというわけです。これは余談ですが、よく親の気持ちに今になって気づきましたという方がいらっしゃいます。これは本当にそうですね。なかなか導いてもらっている時には親の気持ちはわかりません。そういう年齢になったり立場になったりしないとわからないものだなと思います。もちろん親もその親のことですね。親にとってのその親のことは分からなかったわけですから、これはお互い様なんですよね。
感謝したい時には親がいない。最近は皆さん長生きされるようになりましたけれども、それでもやっぱり失って初めて気づくこともあります。でも先ほども言いましたが、親もその親を失って初めて気づくこともあったわけですから、もし気づいた時に今気づいたんでは遅かったと後悔するようなことがあれば、それは後悔するよりも亡くなるということを通して教えてくれたと思うべきなんではないかなと考えています。私たちは生きている時だけ教えたり教えられたりするわけではありません。亡くなってなお教えてくれる、導いてくれることもあるわけですね。できるだけ生きている間に自分を導いてくれる意図に気づければ良いのですが、それには限界があります。いつの日か導いてくれるその意図に気づける時が来たなら、それに気づけたことを早いか遅いか後悔するより、気づけたこと自体をありがたいと思ってほしいなと思っています。亡くなった方もようやく気づいてくれたかと笑いながら見守ってくれてると思うんですね。ということで、導く側の意図は導かれる側はなかなかわからない。特に仏様のように真理へと導く過程や意図するところは本当に理解するのはこれは難しいと思います。なぜかといえば、先ほどまで述べてきたように、その教える側から教える側の意図はなかなか伝わらないんだということもありますが、それに合わせて真理へと導く過程や意図するところは理解することが難しい、その理由を次のように説かれるわけです。ゆえんはいかん、諸仏世尊はただ一大事の因縁をもってのゆえに世に出現したもとこうあるわけですね。なぜかといえば、諸仏、多くの仏様たちはただ一つの大きな目的のために、因縁のためにこの世に出現されるからなんだと。でこの後、舎利発よ、この多くの仏たちが出現されるただ一つの大きな目的とは一体何であろうかと、こう仰せなんですね。なぜいろいろな教家の手段、様々な教家の手段を使ったり、言ってみると面倒で大変でしんどいことをしてまで衆生を導くのか。その意図するところは何なのか。それは一大事の因縁があるからだというんですね。一大事というのは現在でも使いますねと言いたいところですが、最近あんまり一大事ですっていうようなことをこう言うことはなくなってきたかなというふうに思います。時代劇とかで大変だこりゃ一大事でいいなんてこう使われるそういうものを聞くことはありますけども、あまり使われなくなったでしょうか。意味は言うまでもなく重大な出来事という意味です。この現代でも使う一大事は元はこの法華経のこの一大事の因縁に由来します。この一大事、ここでの一大事という意味は、これは根本的なという意味ですね。本当にたった一つの根本的な因縁があって、仏様はこの世に出現するのだというわけです。それは次のような目的なんですね。それが開示誤入です。お経文は次のようなお経文なんですね。諸仏世尊は主情して仏知見を開かしめ、清浄なるを得しめんと欲するがゆえに、世に出現したもん。主情に仏の知見を示さんと欲するがゆえに世に出現したもん。主情をして仏の知恵を悟らしめんと欲するがゆえに世に出現したもん。主情をして仏の知見の道にいらしめんと欲するがゆえに世に出現したもん。舎利発、これを諸仏はただ一大事の因縁をもってのゆえに世に出現したもんと名付くと。こういうお経文です。意味は、多くの仏たちはすべての生きる者たちに仏の知恵を開かせ、清浄な心身を得させようと考えてこの世に出現されるんだ。またすべての生きる者たちに仏の知恵を示そうと考えてこの世に出現されるんだ。またすべての生きる者たちに仏の知恵を悟らせようと考えてこの世界に出現されるんだ。
またすべての生きる者たちを仏の知恵の中に導き入れようと考えてこのように出現されるんだと。シャリホツよ、これが多くの仏たちはただ一つの一大事、ただ一つの大きな目的のためにこの世に出現なされるという言葉の意味であると。こういう意味です。一大事なのに4つあるじゃないかと思うかもしれませんが、これは4つで1つ、一連の流れということになります。仏知見を開かせ、示し、悟らせ、いらせる、入らせるということなので、これを四仏知見とも言います。で、これはどういうことかというと、よく暗い部屋と明るい部屋に例えたりします。暗い部屋にいる人に明るい部屋に入ってもらうためには、まずは扉を開き、こちらは明るいということを示し、暗い部屋にいる人に向こうの部屋、こちらの部屋は明るいと悟らせ、そして明るい部屋に入ってもらうという、こういう例えですね。私たちが住む迷いの世界から仏の様の世界に至らせるために、まずは扉を開き、そして仏の世界があるということを示し、迷いの世界にいる人を悟らせ、そして仏の世界に入らせるんだと。こう表すのがこの開示語入になるわけです。で、この例えでも私は良いと思いますが、先ほど私が訳を読ませていただいた中に、最初の開くというのは、もちろんこういった扉を開くという、そういう意味もあると思いますが、ここでは導く人の心を開くという、そういう意味があるのではないかと考えています。このように考えると、人を導くとか人に教えていくという時に、この開示語入というのは非常に大事なあり方だなというふうに感じるんですね。大体私もそうなのですが、人に教えるとなったら、まず理屈を伝えようとします。これはこうなるとか、こうなったらこうなるとか、そういったことをですね、まず最初に伝えようとするんですね。それで、分かった？じゃあやってみなさいとか、そっちはいけないからこっちに来なさいとか、そういったことを伝えます。でも仏様はまず最初に開かせるのが先なんですね。扉を開く。いつでもここに入れますよと。入りたいと思ったらいつでも入りなさい。それから心を開く。安心してよいよ。心配しなくてもいい。あなたの心の中にも仏の知見を見ることはできるんだからと。こうやってから示し、悟らせ、そして入らせるということなんですね。この開くが最初であるというのは、どんなことにも言えることだと思います。当たり前のことのように感じるんですけども、これはすごい教えだというふうに思います。さて、仏様は一大事の因縁は衆生に開示誤入させるため、世に出現する理由は人々に仏の知見を開示誤入させるためであるということをここで明かしてくれました。これを聞いて多くの人はと思うかもしれません。あまり関心を持たないかもしれないんですね。人によっては仏様は人々を仏にさせるというのが役目であろうと、そんなの当たり前じゃないか、こういうふうに乱暴なことを思うかもしれません。これは逆に自分に問うてみるとその凄さがわかるんですね。自分が世に出現した理由は何であろうか。自分が世に出現した理由は何であろうかと尋ねられて、その答えをきっぱり言える人は少ないと思います。幸せになるため、お金持ちになるため、おいしいものをいっぱい食べるため、誰かの助けになるため。考えてみると、なんだかいろいろなことが浮かんできますし、どれか一つということを言い切ることはなかなかできないなと思います。ありがたいことに、今世に生まれ出ていただいた命を生き、そして最後を迎える。そこに出現した理由を見出すことはとっても難しいことですね。でも仏様ははっきりとおっしゃるわけです。衆生を開示誤入させるため、ただその一つの目的のため、一大事の因縁のためなんだというんですね。
その覚悟を感じると、とてもじゃないですが、恐れ多いものを感じてしまいます。他に何にもないんですね。ただただあなたたちを開示誤入させるために世に出現したというわけです。そして仏様とされるものは皆そうであるとおっしゃるわけですね。到底私たちでは真似できない。到底そんな風に言い切ることは、ただこれだけのために私は生まれ出たんだと言い切ることはできません。こうやって考えると、一大事の因縁がいかに偉大なことであるか、また、畏怖の念を仏様に感じさせるものであるかが分かっていただけるかと思います。別に無理に自分が世に出現した理由を考えなくてもいいと思いますし、何か一つに限定するようなことをしなくてもいいと思います。ただ、仏になられた方々は、この世に出現した理由を一大事の因縁なんだと、こう私たちに示してくれる。そのありがたさ、それはあまりにも偉大すぎますし、ある意味の恐れを感じさせる、そういったものであるということを分かっていただけたらなと思います。さて次に釈尊は、仏になるための教えを説くのだと。仏以外のものになる教えは存在しないのだというふうに説かれます。それが解散顕一です。とっても気になるところですが、これは次回の話とさせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。